こんにちは。今回はこちらのクレープブランケットを編んでいきます。クリームの上にいろんなトッピングを乗せてみました。いちごはさらにホイップクリームに乗っています。トッピングは円と球体なので今回も割と簡単です。よかったら編んでみてください。では円のブランケットを編んでいきます。こんな感じでラインが出るように編んでいきます。ラインのところで増し目をするので、長編みの数を数えなくても簡単に編んでいただけます。こちらは少し前に編んだカーネーションの花束ブランケットの円の編み方で編んでいきます。こちらでお好きな大きさに編んでください。ブランケットはこちら、湯沢屋さんの柔らかアクリル並太で編みました。色番は1102番で、7号で編みました。では28段で直径70センチほど編んできたので、周りにこんな感じにクリームを編んでいきます。ではクリームを編んでいきます。編み方は前回のコースターの時と同じように、長編みの頭の向こうの一本を拾って、この一つの目に長々編み、鎖、長々編み、鎖という感じで一周編んでいきます。で、ここの引き上げ編みのところも同じように頭の向こうの一本を拾って同じように編んでいきます。クリームはこちらの糸で編んでいきます。では編んでいきます。スタートはどこからでも大丈夫です。長編みの頭の向こうの一本に針を入れて、クリームの白い糸を持ってきます。長々編みなので、まず鎖4目からスタートします。1、2、3、4。これは長々編み1つ分ですね。そしたら鎖を1つ挟んで、同じところにもう1つ編んでいきます。長々編みは針に1回、2回、2回糸を巻きつけて、で、同じところに針を入れて、糸を持ってきます。そして2本ずつ引き抜いていきます。かけて2本、かけて2本、かけて2本、長々編みですね。そしたら鎖を1つ編んで、次のところに同じように編んでいきます。2回巻きつけて、ここの頭の向こうの1本に針を入れて、長々編みを1つ、鎖、そして2つ目の長々編みですね。そして鎖。また次のところに同じように編んでいきます。1、鎖。2、鎖。こんな感じで一周編んでいきます。では一周編んだら最初の鎖のところですね。下から1、2、3、4、4つ目に針を入れて、引き抜いて、糸をカットして引き抜きます。ではこちら、球体のいちご、さくらんぼ、ブルーベリーから編んでいきます。今回は糸のご紹介は後半でしていきます。在庫の糸も使っていますので、お好きな糸で編んでください。では編み方です。こちらがいちごで、こちらはさくらんぼとブルーベリーです。こちらは
増減なしの段が1段少ないだけで、あとは同じ編み方です。まず、いちごの方ですね。1段目は輪の中に細編みを5目でスタートして、2段目はそれぞれの目に増し目をします。3段目と4段目は増減なしで編んで、5段目は減らし目をして元の5目にしていきます。こちらは増減なしの段を1段編んだら、4段目で減らし目をします。では、いちごの糸で編んでいきます。では、輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて、糸を持ってきて、引き抜いて軽く引き締めます。そしたらこの輪の中に細編みを5目編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、輪の中に針を入れて、糸を持ってきて、細編み。ここは頭にマーカーをつけておきます。また同じように編んでいきます。2、3、4、5。5目編めたら中心の輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ている方は、こちらの糸ですね。この糸を右方向に引っ張っていきます。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。こんな感じですね。そしたら、ここのマーカーのところですね。一番初めの細編みの頭。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めます。では2段目は、増し目を5回編んで、1周を10目にしていきます。鎖1つで立ち上がったら、今引き抜いた一番初めの細編みの頭。ここに針を入れて、細編みを2目編んで増し目をしていきます。1、2。ここの1つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたら次の細編みの頭をすくって、また2つ編んでいきます。1、2。また次ですね。1、2。あと2目ですね。こんな感じで1周編んでいきます。これで1周ですね。そしたらまたここの一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めておきます。では次の3段目と4段目は増減なく編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、1つ目の細編みの頭、ここから1つの目に1つずつ編んでいきます。2、1つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。3、4、5、10。一周ですね。そしたら、マーカーのところに針を入れて、引き抜いて、引き締めます。では4段目も同じように増減なく編んでいきます。さくらんぼとブルーベリーは、この段はお休みです。鎖1つで立ち上がって、
足元から増減なく一周編んで最後に引き抜いていきます。では最終段の5段目ですね。減らし目をして一周を5目にしていきます。鎖1つで立ち上がったら、1つ目と2つ目、ここでまず減らし目をしていきます。一番初めの細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。次の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そしてかけて全部引き抜いて2目一度ですね。減らし目ですね。そしたらここの頭のところにマーカーをつけておきます。また次の2つで減らしていきます。3つ目の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。次の細編みも糸を持ってきます。そして全部引き抜いて減らし目ですね。また次の2つで減らしていきます。1、2、全部引き抜きます。また次ですね。1、2、引き抜きます。次が最後ですね。1、2、引き抜きます。そしたらここのマーカーのところですね。ここに針を入れて、そして引き抜きます。糸をカットして引き抜きます。では割り箸などでこちらの糸端を中に入れておきます。こんな感じでねじり込むようにすると入れやすいです。では中に詰めていきます。手芸綿でもいいですし、今回も糸くずがたくさんありますので、こちらを詰めていきます。同系色を選んできたので、こちらを割り箸で詰めていきます。では、いちごのヘタを編んでいきます。最終段の細編みの足元、ここに5箇所ぐらい針を入れて、大きい細編みを編んでいきます。では、ヘタを編んでいきます。最終段の細編みの頭に針を入れて、緑の糸を持ってきます。まず鎖一つで立ち上がったら、この細編みの足元ですね。このあたりに針を入れて、上の穴に針を出します。そして糸を持ってきて、細編み一段分ぐらいぐっと引き出して、ここで細編み。そしたら次の細編みの頭の下あたりですね。このあたりに針を入れて、また上の穴のところに針を出して、そして大きい細編みですね。また次の細編みの頭、ここの足元ぐらいですね。ここに針を入れて、穴に出して、3、ここの下あたりですね。4、次が最後ですね。ここの頭の下あたりですね。5、5つほど編んだら、
一番初めの細編みの頭、ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めます。そして糸をカットして、引き抜きます。こんな感じですね。とじ針に通したら、真ん中の穴から反対側の大きめの穴のところ、糸を割らずに穴のところに針を通します。あまりギュッと引っ張らずに、このぐらいですね。そして、もう一本の糸端も針に通したら、このあたりに針を入れて、同じ穴に通します。そして竹串の先の尖ってない方ですね。こちらで、こんな感じで中に詰めていきます。これで完成です。では、さくらんぼとブルーベリーは最終段の4段目で減らし目をしていきます。ブルーベリーとさくらんぼは最後の糸端は後で閉じるときに使いますので、こちらの最初の糸端を割り箸などで中に入れておきます。そしたら中に詰めていきます。では、細編みの頭の手前の1本を順番に拾って閉じていきます。1、2、3、4、5。5目拾ったら、ここでギュッと絞ります。こんな感じですね。そしたら近くの穴に針を入れて、反対側の穴の大きいところに針を出します。あまり強く引っ張らずに、そして同じところに針を入れて、反対側の穴の大きいところですね。ここに刺して、この糸が隠れるぐらい引っ張って、そしてこの糸端はカットしてもいいですし、この中に今回は詰めていきます。こんな感じです。ブルーベリーはこの細編みの頭の今度は向こうの1本に針を順番に入れて閉じていきます。頭の向こうの1本ですね。こちらは一針一針通していきます。
2、3、4、5。そしてぎゅっと引っ張ります。こんな感じですね。あとは同じように反対側の穴の大きいところに針を出して、あまりぎゅっと引っ張らずに、そして同じところに針を入れて、反対側の穴の大きいところですね。この糸が隠れるぐらいに引っ張って、あとはまた中に入れていきます。こんな感じですね。ではこちらでさくらんぼの葉っぱと茎を編んでいきます。では葉っぱを編んでいきます。最初の作り目を作って、鎖編みを4目編んでいきます。1、2、3、4。そしたら鎖1つで立ち上がって、針から数えて、1、2、2つ目の鎖の下1本に針を入れて、ここから編んでいきます。まず細編みを1つ。そして次と次は中長編みを編んでいきます。針に糸をかけて、次の鎖の下1本に針を入れて、糸を持ってきて、3本全部引き抜きます。中長編みですね。また針に糸をかけて、次の鎖の下1本に針を入れて、同じように中長編み。ここが最後ですね。最後の鎖の下1本に針を入れて、ここは細編み。こんな感じですね。そしたら鎖を1つ編んで、今度は反対側に同じように編んでいきます。ここの細編みの足が1、2、2本入っている、ここですね。ここから1、2、3、4と4目編んでいきます。一番端のここですね。ここに針を入れて、細編み。次と次は中長編みですね。かけて、ここの1本に針を入れて、中長編み。かけて、次の1本に針を入れて、中長編み。ここが最後ですね。ここの1本に針を入れて、ここは細編み。そしたら鎖を1つ編んで、一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。そして糸をカットして引き抜きます。では裏の方で糸始末をしておきます。では茎を編みながらさくらんぼを仕上げていきます。最後に閉じたところの中心の穴に針を入れて、糸を少しすくって緑の糸を引き出します。ここで一度結んでおきます。そしたら中心の穴に同じところに針を入れて、糸を持ってきて、ここから鎖編みを4目編んでいきます。1、2、3、4。そしたらここで葉っぱをつけていきます。では鎖を4目編んだら、葉っぱのここと
こですね。ここの頭のところに2枚とも針を入れます。そしてかけて引き抜いてつないでおきます。ここからまた鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。そしたらもう一つのさくらんぼの実とつないでいきます。また鎖を4目編んだら、もう1個のさくらんぼの実の最後に絞ったところの中心の穴に針を入れて、糸をすくって引き抜きます。そして鎖を1つ編んで、カットして引き抜きます。では、糸始末をしていきます。足元のところに1回、2回、2回ほど針を通したら、また同じように穴に入れて、ここでカットしてもいいですし、またこちらの中に入れておきます。では、こんな感じです。では、いちごをのせるホイップクリームを編んでいきます。では、最初の作り目を作って、鎖編みを少し大きめに15目編んでいきます。1、2、3、鎖編みを15目編んできました。ではこの15目にそれぞれ間に鎖を1目ずつ挟みながら長々編みを3目編んでいきます。では最後の15目目の鎖編みを指で押さえて、ここから長々編み1目分の鎖4つと間に入れる鎖を1つ、合計5つ鎖を編んでいきます。1、2、3、4、5。そしたら長々編みですね。針に2回糸を巻きつけて、押さえているここの鎖15目目のところですね。この鎖の下1本に針を入れて、上の2本をすくって編んでいきます。糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いて、長々編みですね。そしたら鎖を1つ挟んで、もう1つ長々編みを編んでいきます。2回巻きつけて、同じところに針を入れて、2本ずつ引き抜いていきます。これで15目目に長々編みが3つですね。そしたら鎖を1つ編んで、次の鎖の下1本に針を入れて、また編んでいきます。1、鎖を入れて、2、鎖、3、鎖。そしたら次の鎖のまた下の1本に針を入れて同じように編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んでいきます。この鎖の一つの目に長々編みが1、2、3と3目入っているので、次の鎖編みが隠れてしまってますね。
なので、少し広げて確認して、次のここの下の1本ですね。ここを飛ばさないようにして編んでいってください。では端の方まで編んできました。最後の目に長々編みを1、2、2つ編んでいます。そしたら鎖を1つ編んで、で、長々編み1つ分の鎖編みの4目。ここから1、2、3、4。合計鎖を5目編んだら、一番端の足元ですね。2つ編み入れているところ。ここに針を入れて引き抜きます。では糸端を15センチぐらい残してカットして引き抜きます。では絞るために足元を縫っていきます。ではここの端のところですね。ここから一つ飛ばしぐらいに拾っていこうと思います。ここが最後ですね。ここまで糸を通したら、あとは、ここでくしゅっと絞って、で、糸端を結んでおきます。では、こんな感じですね。では、この糸端で、いちごとくっつけておきます。いちごの、このあたりが立ち上がりなので、ここをクリームにつけて、表を出すようにつけていきます。では、クリーム、ここで分かれていて、裏と表、ここの真ん中につけていきます。この辺が立ち上がりですね。そしたら、針を通して、で、真ん中の穴に針を入れて、またもう一度表に出して、もう一回ぐらい。通して、で、ぎゅっと引っ張って、で、また裏の方で結んでおきます。こんな感じですね。この糸端はカットせずに、後でクレープ生地に結んでつけていきます。では、円のキウイ、バナナ、オレンジ、ビスケットを編んでいきます。編み方は、1段目は輪の中に細編みを8目。2段目はそれぞれの目に増し目という感じで編んでいきます。では、キウイを編んでいきます。1段目は白い糸で編んでいきます。まず、また輪の作り目から作って、で、1段目はこの輪の中に細編みを8目編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、輪の中に針を入れて、細編みを1、2、1つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。また同じように編んでいきます。3、4、5、6、
7、8。8目編めたら輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ているのは、こちらの内側の糸ですね。この糸を右方向に引っ張って、そして糸端を持って、ぎゅっと引っ張ります。こんな感じですね。そしたらここのマーカーの一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めておきます。そしてここで糸をカットして引き抜きます。では2段目は薄い緑の糸に変えて増し目をしていきます。今回はこの一番最後の細編みの頭、ここから編んでいきます。針を入れて糸を持ってきます。鎖一つで立ち上がったら、同じところに針を入れて、ここに細編みをまず2つ編んでいきます。1、2、一番初めの細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたらここのつないだところを飛ばした、ここですね。ここに針を入れて、また細編みを2つ編んでいきます。1、2、また次ですね。こんな感じで1周編んでいきます。ここが最後ですね。1、2。これで1周編んできました。そしたら最後は、チェーンつなぎをするので、糸をカットして、ここで引き抜いておきます。とじ針に通したら、ここのマーカーのところですね。一番初めの細編みの頭に針を入れて、そして一番最後の鎖目のところに針を戻して、裏の向こうの方に針を出して、ここでチェーンをつないでおきます。あとは裏の方で糸始末をしておいてください。バナナは1段目を8目編んだら輪を絞って、一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いたら、続いて鎖一つで立ち上がって、2段目は同じように増し目を編んでいきます。ここの足元ですね。ここから同じように細編みを2目ずつ編んで、増し目ですね。これで1周編んでいきます。ではバナナの線をこちらの糸でステッチしていきます。では30センチぐらいにカットしてとじ針に通しました。今回もこのあたりに刺していきます。では裏にして、でこんな感じで返し縫いのようにして、もう1箇所ぐらいですね。糸がほどけないように固定しておきます。そしたら、糸を持ってきて、対角線ですね。
この辺に針を通していきます。こんな感じですね。そしたら裏の方で糸始末をしておいてください。キウイの種も同じ糸でステッチしていきます。30センチぐらいにカットして、こちらもこの辺にステッチしていきます。では裏にして、糸を固定していきます。返し縫いをして固定しておきます。そしたら、この辺から種をふっくら刺していきます。あまりぎゅっと引っ張ると小さくなってしまうので、ふっくら刺していきます。こんな感じですね。そしたら、裏の方で糸始末をしておきます。では、オレンジはバナナから仕上げていきます。こちらの糸で作っていきます。まず白い毛糸を30センチぐらいにカットして、ここをステッチしていきます。では、ステッチしていきます。そしたら、ここの中心の穴からステッチしていきます。細編みの頭のこの辺ですね。この辺に糸を通していきます。対角線にこんな感じですね。こんな感じですね。そしたら裏の方で糸始末をしておきます。では、オレンジ色で周りに編んでいきます。適当なところの細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。ここから一つの目に一つずつ少し大きめに引き抜いていきます。次の細編みの頭に針を入れて引き抜き編み。で、少し引き出して大きめに編んでいきます。次の頭に針を入れて引き抜き編み。糸を引き出して
また次ですね。こんな感じで一周編んでいきます。では、一周編んできました。一番初めに編んだ細編みの頭の1個右のところまで編んでいます。そしたら最後はチェーンつなぎをしていきます。糸をカットして、ここで引き抜きます。とじ針に通したら、一番初めの鎖目のところに針を入れて、最後の鎖目の真ん中に針を入れて、裏の方に持っていきます。こんな感じですね。そしたら裏の方で一目ずつ針を渡して、通して、糸始末をしておきます。ビスケットもバナナと同じ編み方です。クリームは最後の糸端を長めに取ってカットしてチェーンつなぎをしていきます。ではクリームの最初の糸端は糸始末をしました。そしたらこちらを2枚編んで表の面が外側に来るように合わせます。そして中にクリームを挟んでこちらの3枚を一緒にステッチしていきます。こんな感じですね。そしたらこの中に針を通してカットしておきます。ではたくさん編んできました。これをクレープ生地につけていきます。お好きな組み合わせで編んでつけてください。では、いちごからつけていきます。クリームの糸でつけていきます。長編みの頭に針を入れて、糸端を裏に持っていきます。そして結んでおきます。とじ針に通したら、クリームの裏で糸始末をしてもいいですし、今回はこのいちごの裏に糸を出して中に入れていこうと思います。まずこんな感じでピンクのクリームのいちごをつけました。そして白いクリームのいちごを間に入れてつけました。では他のトッピングは今回もコットン糸でつけていきます。こちらはほぐすと細い糸が4本で1本になっています。これを1本引き抜いて、これで縫い付けていきます。トッピングの表に響かないように、返し縫いのようにして
縫い付けていきます。糸始末は足元で返し縫いをして、トッピングの裏に通してカットしました。ブルーベリーはこちらを上にしてつけていきます。さくらんぼはここの中心と、あと葉っぱの先も縫い付けました。では完成しました。よかったら編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。